俺は心が未成熟で憎しみを抑圧しているからお前をいじめるんだとは意識しません。正義や道徳などの大義名分を利用して合理化して憎しみをぶつけてきます。合理化しているので言うことは理屈っぽいしものすごく立派です。でも心が蝕まれているのでその言葉に信憑性や重みはありません。このような人です。人間としては自分よりはるかに下にいます。大人は小さい子供に批判されても真に受けないと思います。同じように心理的に全く成長していない人の批判も真に受ける必要はありません。こんにちは。自分探しいつむです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。事故は自分が気をつけていても避けられない事故もあります。同じように日常生活で自分は気をつけて生きていても世の中には憎しみを抑圧している人や心に問題を抱えている人などもいるので避けられない人間関係の事故もあります。今日は心に問題を抱えていて過度に嫌がらせをしたり攻撃をしてくるような嫌な人に出会ったらどのように対処すべきか、どのような心の持ち方をすれば最小限の被害で済むかということを話したいと思います。嫌な人に会った時にアダルト・チルドレンが陥りがちなこと、嫌な人の心理、嫌な人が出てきた時の対処法、嫌な人が出てきた時の視点の置き方、ポイントの振り返り、そして最後はいつものようにすぐにできることのコーナーという順番で話します。では、アダルト・チルドレンが嫌な人に出会ってしまった時に陥りがちなことから話します。アダルト・チルドレンは自己肯定感が低い人が多いですが、自己肯定感が低いと、ある一人に否定的なことを言われると、その批判が正当なものかどうかに関係なく、それを真に受けてしまうし、まるでみんなに否定されたような気持ちになってしまいがちです。それもただ真に受けるだけではなくて自己否定を通して受け取るので激しく傷ついて受けるダメージがものすごく大きくなってしまいます。また憎しみを抑圧している人などは無意識で憎しみやイライラを発散しようとしています。その機会を探しています。アダルト・チルドレンは人が怖い人が多いですが、怯えていると、このような無意識で攻撃する機会を探しているような人の餌食になりやすいです。そして、人が怖い人は攻撃されると、ただ憎しみやイライラを話したいだけのような心理的に未成熟な人を成長している強い人のように感じてしまいがちです。こうしてどんどんその人に怯え、餌食にされてしまうことがあります。アダルト・チルドレンはこのようなことになりやすいので、きちんとした心の持ち方や対処の仕方を身につけておく必要があります。そのためにまずは相手を知ることが大事です。相手が分かると対策が見えてくるし、相手の得体が知れていないときは余計に怖く感じてしまうからです。では、人を攻撃してくる嫌な人というのはどういう心理なのかを見ていきましょう。嫌がらせや攻撃をしてくる人にはいろいろなタイプがいますが、まずは劣等感があり自己評価が低いタイプです。このタイプも時に攻撃的になります。攻撃的だと強そうに見えるのですが、実はこのような人は自分に自信がないことが多いです。
心の底では自分に自信がないけど、それに猛反発しています。だからマウントを取って、俺はすごいんだぞということを示さなければならない心理的必要性があります。心理的必要性とは、脅迫的にそうしないといられないことです。だから、とことん人を攻撃してきます。つまり、自分が傷つかないように自己防衛で先制攻撃をしているということです。あるいは、マウントを取って、俺はすごいんだぞということを示したいのに、思うように認めてもらえないと傷つきます。そこで、相手を激しく攻撃してくるパターンもあります。さらに、このような人は、嫉妬もすごいです。自分が成功して認められなければならない強迫性を持っているのに、自分は成功できずに誰かが成功したら怒りからものすごく攻撃的になるかもしれません。また、劣等感があり、自己評価が低いというベースは同じでも、マウントを取って人の優位に立つことを諦めた人もいます。このような人は自分を上げることよりも他人を落とすことに全力を注ぎます。だからこのような人は自分は何も結果を出していないし、社会に認められてもいないのに、いつも偉そうに周りや社会を批判しています。そんなことしないで自分の自己評価を上げる努力をすればいいのですが、もう自分を這い上がらせる自信も自分の人生を生きる勇気もなくなるほど自己評価が低くなっています。もちろんそのことは自分にも他人にも認めません。認めたくないことは認めずに攻撃してきます。もし自己肯定感が高ければ、人は自分の人生を生きます。自分の人生に集中している人は、他人を落とそうとか他人を傷つけようとはしません。そんなことをしている時間は無駄だからです。次は憎しみやストレスが溜まっているタイプです。憎しみも溜まりすぎると溢れてきます。今までの人生で憎しみを抑圧していたり、ストレスが溜まっていると、誰かを攻撃する心理的必要性が出てきます。自分ではもうこんなことはやめようと思っても、嫌がらせをやめられなくなります。憎しみのタイプに限らずですが、どのタイプも攻撃するときは、正義や道徳を振りかざして立派なことを言います。必要以上に過度に嫌がらせをしたり攻撃をしてくるような人というのは、どんなに立派そうなことを言っても、無意識に憎しみや劣等感など大きな問題を抱えている人です。次は、認知の歪みや共感性の欠如のために攻撃的になるタイプです。周りの人を敵と感じる認知の歪みがあったり、人の気持ちや痛みを全く理解できなかったりで攻撃的になります。要するに、認知の歪みから相手の言動で自分の価値を貶められたと感じたり、傷ついたり、不安になります。でも、コミュニケーションをする能力がないので、そのようなことは傷つくのでやめてほしいと自分の要望を上手に伝えることはできずに、全部攻撃的になってしまいます。それでいて人の気持ちがわからないのだから、他人をひどく傷つけても気づきません。人を傷つけても気づきもしないのは、劣等感が強く自己肯定感が低すぎる人も、憎しみを抑圧している人も同じです。自己肯定感が低すぎれば自分を守ることに必死で人の気持ちまで気が回らないし、溢れるほどの憎しみを抑圧していれば人の気持ちなど考えている余裕がありません。
いくつかタイプを出しましたが、もちろん他にもいろいろなタイプがいます。どれもどこかに問題を抱えていてたちが悪いです。できれば一生関わりたくない人たちです。タイプを知って、相手を知って気をつけていれば、タイプも相手もわからなかった時よりは被害に遭うことを減らすことはできます。でも、そのような嫌がらせをする人や攻撃的な人や憎しみを抑圧している人はどこにでもいるし、こちらが何もしていなくても八つ当たり的に攻撃してくることもあります。もらい事故は完全には防げないのも事実です。であれば、大切なことは、事故をもらってしまった時の対処の仕方や視点の置き方です。では、対処の仕方ですが、一口に嫌な人といっても、いろいろなレベルや様々な種類の人がいます。ひどい嫌がらせをしないといられない心に問題を抱えている人と、軽いレベルの嫌な人とでは対処の仕方が変わります。この動画で取り上げている嫌な人とは、心に問題を抱えていて、過度に嫌がらせや攻撃をしないといられない人たちです。このような人を相手にするときは、もらい事故なので、ある程度の覚悟は必要です。ちょっと脱線しますが、皆さんは交通事故でもらい事故の経験はありますか？私は当時勤めていた会社の車でしたが、信号待ちの時に後ろから追突されたことがあります。もちろん10-0で相手が悪い事故です。当然修理代を全額出してもらえるものだと思っていました。ところが、古い車だったので、その車の査定額までしか修理代を出してもらえないと聞いて驚いたことがあります。10-0の事故なのに、修理代を全額もらえなかったんです。もらい事故は、時間も心も、場合によってはお金も損することがあります。話を戻すと、心に問題を抱えている嫌な人にぶつかられた時も、事故をもらってしまっているので、悔しいけど多少のダメージは受けます。多少は受けるので、いかに少しのダメージで済ませるかというところに焦点を合わせましょう。では、ダメージを減らす方法の一つ目は、物理的に離れるということです。アダルトチルドレンは我慢する人が多いですが、我慢するのではなく、多少失うものがあっても物理的に離れましょう。何かを失うのがもったいないからと我慢し続けていると、心を壊してもっと大きなものを失いかねません。次の問題は、離れたくても職場の人とかで物理的に離れられない事情があるケースです。職場の問題であっても転職できる人もいると思いますが、転職はできずに物理的に離れられないのであれば、心理的に離れましょう。心理的に離れるとは、必要のない会話や接触は避け、勤務時間だけビジネスライクで接しておいて、勤務時間が終わったらすぐに帰るようにするなどのことです。ダメージを減らす方法の2つ目は、誰かに話すということです。嫌な人は手口も汚いので、こちらの悪口を周りに言いふらしてくる可能性があります。それに対してこちらが沈黙していると、いつの間にか10人対1人みたいな状況になってしまいかねません。アダルトチルドレンはこういう人が多いです。心のどこかに自分の味方になってくれる人はいないという思い込みがあるので、誰にも話せないという人です。そこで自分が悪くなかったのに、あるいは五分五分であったとしても、
自分は黙っているがために10人対1人状態になってしまうのです。会社での出来事であれば上司に話しましょう。嫌な人が上司の場合はその上司の上司に話しましょう。上司に話すのもリスクがあると思います。でもこの手の相手に対し誰にも話さずに一人で戦う方がハイリスクです。心を壊されてしまう可能性もあります。それならば我慢せずに上司に話してしまう方が賢い方法だと思います。また会社での出来事ではなくても誰かに話しましょう。協力を得るのが苦手なら信頼できる人にこういう状況になっているとただ話すだけでも話しましょう。沈黙を貫いて欠席裁判見たくなっているとどんどんあることないこと言われて本当に10人対1人みたいになってしまいます。それに誰にも話せない時と誰か一人にでも話せた時ではストレスや精神的なダメージはだいぶ軽減されます。味方になってもらえるとか戦力になってもらえるとかとは関係ないとしてもストレス耐性に弱く怒りや憎しみをためやすいアダルトチルドレンにとって話すことはとても大事なことです。最後まで戦える力にもなるし心の健康にとっても必要なことです。受けるダメージを減らす方法の3つ目は相手の土俵に引きずり込まれないことです。つまり感情的に反応しないことです。過度に嫌がらせや攻撃をしないといられない人というのはかなりの心理的未成熟者です。感情的に反応するということは自分も相手のレベルまで落ちることを意味します。それに周りを敵視し憎しみを抑圧している人や病的に劣等感や嫉妬が強い人などは自分と利害の対立がなくてもそして自分は被害を受けていなくても誰かが恵まれた状況にいるというだけで勝手に激しく傷ついて怒りを感じる人たちです。つまりこちらが何もしなくても勝手に傷ついて勝手に激しく怒っている人たちです。こちらが感情的になればさらに傷ついてさらに激しく怒ってきます。それに対してこちらがまた反撃すれば相手はまた深く深く傷つくのでものすごい憎しみを持ってさらに反撃してきます。このような人はすぐにとても激しく傷つくので一度激しく傷つくと怒りもすごいです。いつまでもどこまでも必要以上に過度に攻撃してくることがあります。このような人もいるということを頭に入れておく必要があります。そして人は危険に出くわすとストレスホルモンを出し緊張し戦うか逃げるかに適した体に変わります。つまり血圧が上がり呼吸が速くなり筋肉がこわばります。これはファイト・オア・フライトです。ファイト・オア・フライトは戦うか逃げるかっていう意味ですがこれを日本語にすると戦うという意味の闘争と逃げるという意味の闘争でいわゆる闘争反応です。これは素早く動ける代わりにストレスや消耗が激しいです。誰でも危険な時にはこのモードになりますがアダルトチルドレンの中には四六時中このモードで生きている人がいます。周りは敵と感じ一人で気を張って生きている人たちです。これをずっと続けていたら夜も眠れなくなるし
心も体も参ってしまいます。だから、こちらが成敗するのではなくて、人生に成敗してもらいましょう。このような人は別にこちらが仕返しをしなくても幸せになれるわけがありません。相手は勝手に自滅します。受けるダメージを減らす方法の4つ目は、視点を変えるです。過度に嫌がらせや攻撃をしてくる人と攻撃される人、どちらが悪いかといえば、もちろん嫌がらせをしてくる人の方が悪いです。相手が悪いのだから、相手に変わってもらわないと困るのですが、相手の認知の歪みや感じ方や言動をこちらには変えることができません。こちらができることは、自分の心理的なダメージを少なくすることだけです。それなのに変えることができないものを、やだ、やだ、変われ、変われと抵抗していたり、悔しい、悔しいと相手を激しく憎んでいると、こちらの心理的ダメージが大きくなったり、激しく消耗します。怒りの感情は相手を苦しめるように感じますが、あなたが怒っていても相手は全く気にしない人だと相手は苦しみません。相手を激しく憎んでいると実は相手よりも自分を苦しめます。我々は相手に苦しめられているように感じますが、自分の視点の置き方や認知の歪みで相手よりも自分に苦しめられています。だから視点を変えましょう。必要以上に過度に攻撃してくる人というのは大抵相手の問題です。もしこちらを傷つけるために過度な批判をしてくる人がいたら、その人はこちら以上に心が成長していないし、認知が歪んでいるし、憎しみを抑圧しているし、傷ついている人です。すでにひどく傷ついているから、これ以上傷つかないように、俺はすごいんだぞ、認めろと騒いでいるだけです。相手は相手で今までの人生でもがき苦しんでいます。すごい人を相手にしているのでも何でもなくて、もがき苦しんでいる人を相手にしています。心理的に未成熟な人を相手にしています。つまり、心理的には子供を相手にしています。ということを絶対に忘れないようにしましょう。これが心底理解できると、相手は大きな声で一生懸命過度に批判しているけど、よく恥ずかしくないな。俺だったらあんなこと恥ずかしくてできないけどな。と思えてきます。相手は自分の未熟さや歪みをアピールしているに過ぎないからです。そしてそのように思うのは自分だけではありません。それを見ている周りの心のわかる人も、あの人は心に問題を抱えた人だ。あの人は心が成長していない人だ。あの人は憎しみがすごいな。このようなことがわかります。ネットの世界などはこのような人が多いです。皆さんもネットで自分は被害に遭っていないのに、誰かを激しく、それもしつこく誹謗中傷している人を見て、この人は問題がある人だなと感じることはないでしょうか。言わないだけで、よく恥ずかしくないなと思っている人は結構います。本人は自分の恥ずかしい行動に今は気づいていませんが、おそらく10年後ぐらいには、あの時は子供だったなと気づいて恥ずかしくなる時が来るかもしれません。また、相手ももがき苦しんでいるということが分かると、いくらか楽になります。このように、悔しい悔しいの視点を、相手は心理的に未成熟でかわいそうな人、あるいは相手は子供
と考えていくと、自分の方が心理的にはるかに上にいることが見えてきます。これは自分の心理的ダメージを減らしたり、嫌がらせに負けないようにするためにとても大切なことです。心が未成熟な人の心の問題のために、こちらが過度にダメージを受けたり、怯えたり、惨めになる必要はありません。また、過度に攻撃されると自分に落ち度があるように感じてしまいがちですが、相手の問題を自分のせいにして、なんであんなことを言ってしまったんだと自己蔑視をしたり、自分を責めることは絶対にしないようにしましょう。過度に嫌がらせや攻撃をされたとしたら、それはあなたが未熟であることの証明ではなくて、相手が心理的で未熟であることの証明です。それはあなたの価値とは関係がありません。そうは言っても、とっさのことだと動揺して自分の問題にしてしまうこともあると思います。そのような時は、これは相手の問題、これは相手の問題、これは相手の問題と心の中で何度もつぶやいて、視点を自分の問題から相手の問題という方へずらしましょう。さらに長期的な視点を持つことも大切です。我々はどうしても困ったことが起こると短期的な視点になってしまいがちですが、長期的な視点で見てみると、いつまでもこの状況は続かないということが見えてきます。今までだって嫌な人が出てきても10年も20年も続いていないことの方が多いと思います。困ったことが起こったら、どうせこの問題は10年も続かないと考えてみてください。ではポイントを振り返りながらまとめます。嫌な人に一回も出会わずに生きられるに越したことはないですが、社会で生きていると嫌な人はあちこちにいるので、どうしても嫌な人は出てきます。もらい事故で嫌な人にぶつかってしまったのであれば、できるだけ被害を大きくしない方法を選択しましょう。まず、物理的に離れられる相手であれば離れましょう。それが一番いいです。でも、どうしても離れられない相手であるのであれば、視点を変えましょう。例えば、嫌な人に意識を集中させて、四六時中、憎い、憎い、悔しい、悔しいとそのことばかり考えていたら、自分を激しく消耗させてしまいます。激しい怒りや大きな悔しさの感情は人をかなり消耗させます。怒りや憎しみをゼロにして、仏のような心を持ちましょうと推奨しているわけではありませんが、恨んでいればいるほど人生が辛く感じます。少しでも視点をそらしましょう。傷つくのは自分が相手と同じ段にいるからです。自分が100段目にいて、相手が1段目にいたら傷つきません。自分が大人で相手が子供だったら傷つきません。心に問題を抱えていて、過度に嫌がらせや攻撃をしてくる人は、心が未成熟で、憎しみを抑圧していたり、認知の歪みがあったり、人の気持ちがわからない、生きづらい人です。憎しみを抑圧していて、過度な嫌がらせをしてくる人を例にすれば、このような人は本来向けるべき相手に怒りをぶつけられない弱い人です。親には怖くて逆らえなかった人です。今でも怖くて親と心理的な対決ができない人です。だから憎しみは深く深く抑圧しています。抑圧している憎しみはどんどん溜まっていくので、こうなれば周りの人に絡まずにはいられなくなります。相手はこういう心が成長していない弱い人です。本来感じている人への憎しみを意識することもできずに、本来向けるべき相手に憎しみをぶつけられずに、
自分でそれを処理することもできずに、周りに絡んでくる問題児です。でも、本当のことは意識しません。認めません。つまり、俺は心が未成熟で憎しみを抑圧しているからお前をいじめるんだとは意識しません。正義や道徳などの大義名分を利用して合理化して憎しみをぶつけてきます。合理化しているので言うことは理屈っぽいしものすごく立派です。でも心が蝕まれているのでその言葉に信憑性や重みはありません。このような人です。人間としては自分よりはるかに下にいます。大人は小さい子供に批判されても真に受けないと思います。同じように心理的に全く成長していない人の批判も真に受ける必要はありません。また相手は傍若無人だから強そうに見えますが、隠しているだけであって本当は孤独でかなり苦しんで生きています。必要以上に過度に意地悪をされたのであれば、その相手はあなた以上に辛い人生を生きている人の可能性が高いです。相手がこのような心に問題を抱えている人である場合、相手の問題は相手の問題であって、こちらが何かをしても相手の問題を解決してあげることはできません。ということは、このような人からのもらい事故は自分のせいではないということです。アダルト・チルドレンは罪悪感が強かったり、自分を責める傾向が強いので、もらい事故であっても、なんであんなことをしてしまったんだと自分を責める人が多いです。なんであんなことをしてしまったんだと言うけど、それをしなくてもいずれ近いうちに別のことで事故をもらうことになっただろうと考える方が適切だと思います。だからこのような相手の場合は自分を責めるよりも心に問題を抱えている人を相手にしているということに視点を置きましょう。ここでの問題は怖い親に育てられた人や責められながら育った人などは極端に人が怖いということがあります。極端に人が怖いと相手の問題と分かっていても怖いから自分の問題のようになってしまいます。そのような場合は自分の心を育てていくのも大事ですが、友達や同僚やサポートをしてくれる信頼できる人に相談することも効果的です。自分一人で孤立しているととても怖く感じます。誰かに話していると気持ちを強く持ちやすくなります。こう言うと相談できる人などいないと返ってくることが多いのですが、であれば嫌な人が出てくる前に今から信頼できる人を作る努力をしながら生きていきましょう。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、相手の立場になりきって世界を見てみようということです。相手になりきってみることで、相手の言動の根っこにあるものが分かりやすくなります。それが分かると対処法を見つけやすくなるし、何より視点をそらせます。なので、一度相手になりきって、相手の立場から自分を見てみましょう。相手はどのように感じて怒っているのか、これが一番目です。相手は価値がない人間ということがバレるのが怖いのか、成功しなければならない心理的な必要性があるのに、結果が出せないから嫉妬心から攻撃しているのか、憎しみの塊になっていて、誰でもいいから憎しみをぶちまける機会を狙っているのか、認知の歪みや共感性の欠如などから攻撃しているのか、相手の立場に立っていい悪いは抜きにして
こういう理由なら怒らずにいられないだろう。自分も相手と同じように育ってきて、相手と同じ脳を持っているとしたら、このような時は怒ってしまうかもな、というのを考えてみましょう。2番目は、その相手目線で世界を見てみましょう。例えば1番目で、相手は価値がない人間ということがバレるのが怖くて怒っているんだと思ったのであれば、その本当の自分がバレるのが怖くて怒らずにいられない人の目から世界を見てみましょう。何が見えますか？怯えていますか？肩肘張って疲れ切っていますか？この人に心の支えになってくれるような人はいますか？あるいは一番で憎しみの塊になっていて、誰でもいいから憎しみをぶちまける機会を狙っているんだと思ったのであれば、この憎しみの塊の人の目から世界を見てみましょう。どんな世界でしょうか？心の安らぎはありますか？いつもどんな顔つきで生活していますか？この人に親しい人はいますか？これが視点を変えるということです。このように考えることで、悔しい悔しいという視点から、相手は相手で大変なんだな。相手の方が心理的に未成熟で怯えているんだな。という方向に変わっていきます。それでもこちらにとっては迷惑には変わりはないけど、悔しい悔しいという怒りや憎しみに支配されている時よりは忍耐力が出てきます。この動画で話しているのは、相手が心理的に問題を抱えていて、過度に嫌がらせや攻撃をしてくる人を想定しています。このような人に出会ってしまった以上、これが最善だと思います。もちろん、そこまでひどい人ではなくて、話せばわかる人であれば、こちらの立場と事情を話すことが最善になるケースもあります。相手に応じて最善は変わるので、人を見る目を養うことも必要です。人を見る目がないアダルトチルドレン、他人に服従するアダルトチルドレンの直し方、自己愛性人格障害的な人とアダルトチルドレンなどの動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、ここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。